今日は日本の屋台についてお話ししていきましょう。日本の屋台は屋根がついた小さな移動式のお店のことです。道や公園、お祭りなどのイベントで食べ物や飲み物を売っています。屋台は賑やかで楽しい場所です。多くの人が集まり、美味しい食べ物の香りが漂っています。色とりどりの看板や飾りがあり、見るだけでも楽しいです。色鮮やかな屋台が並んでいる様子は、まるで絵本のようです。この動画では、日本の屋台の魅力についてお伝えします。まず、どんな種類の屋台があるかをご紹介します。屋台で一番多いのは食べ物の屋台です。特によく見かける食べ物は、たこ焼き、焼きそば、お好み焼き、かき氷です。スナックを売る屋台も人気があります。フライドポテトや唐揚げなど、片手で食べながら屋台を回るのも楽しいです。屋台には飲み物を売る屋台もあります。フレッシュなフルーツジュースやレモネード、ビールなどを売っています。夏の暑い日にはさっぱりとした飲み物やビールを飲みながらイベントを楽しむことができます。食べ物や飲み物だけでなく、ゲームを楽しむ屋台もあります。代表的なものには、型抜きや射的があります。型抜きは、薄くて小さな板状の駄菓子に描かれた花や果物などの絵を画鋲で削って型通りにくり抜いて遊ぶものです。射的はエアガンで的を撃ち、景品を狙うゲームです。的を上手に当てて景品をもらいましょう。他にはお土産を売る屋台もあります。手作りのアクセサリーや小物を売っています。屋台では子供向けのおもちゃや昔の懐かしいおもちゃも売っています。イベントの思い出にぴったりです。次は日本の屋台で人気の食べ物についてお話しします。屋台にはたくさんのおいしい食べ物があります。ご飯物からデザートまで、屋台で人気のある食べ物をいくつか紹介します。まずは焼きそばです。焼きそばはソースで味付けされた炒め麺に野菜や肉が入っています。ソースが焼ける香りでお腹が空いてきます。大きな鉄板で作られる屋台の焼きそばは格別に美味しいです。たこ焼きも
屋台でとても人気のある食べ物です。外はカリカリ、中はトロトロで、中にタコが入っています。小さな丸い焼き物です。マヨネーズとソースに、鰹節の香りが食欲をそそります。たこ焼きは大阪で特に有名です。お好み焼きはキャベツや肉、海鮮を混ぜた生地を鉄板で焼いた料理です。ボリューム満点です。マヨネーズとソース、鰹節をかけて食べます。お好み焼きは広島と大阪で有名で、それぞれのスタイルがあります。焼き鳥は鶏肉をタレや塩で味付けし、串に刺して炭火で焼いた料理です。ジューシーで香ばしい味が特徴です。イカ焼きはイカを醤油や塩で味付けし、丸ごと焼いた料理です。プリプリとした弾力のある食感が楽しめます。唐揚げは鶏肉を醤油や塩で味付けして油でカリッと揚げた料理です。外はサクサク、中はジューシーです。冷やしきゅうりは冷やしたきゅうりに味噌や塩をつけて食べます。夏の暑い日にさっぱりとした味が楽しめます。フライドポテトはじゃがいもを細長く切って揚げた料理です。塩をかけて食べます。カリッとした食感が人気です。アメリカンドッグはソーセージにほんのり甘い衣をつけて揚げた料理です。ケチャップをつけて食べます。屋台で売っている人気のデザートはかき氷です。かき氷は氷を削ってシロップをかけた冷たいデザートです。夏の暑い日にぴったりです。氷が溶けてジュースになったところも美味しいです。シロップはいちご、メロン、ブルーハワイなどいろいろな味を選ぶことができます。チョコバナナはバナナにチョコレートをかけてカラフルなトッピングをしたデザートです。甘くて食べやすいです。わたあめは砂糖をふわふわにしたお菓子です。いろいろな色や形のわたあめはお祭りの雰囲気にぴったりのお菓子です。たい焼きは魚の形をした甘いお菓子で中にあんこが入っています。幸運を呼ぶ魚の鯛に由来して人気になりました。外はカリカリ、中はしっとりとした食感です。
冬に特に人気があります。りんご飴は、りんごを飴でコーティングしたお菓子です。カリカリの甘い飴とりんごの酸味が絶妙なバランスです。いちごやぶどうなど他のフルーツでも作られます。ベビーカステラは小さな丸い形のカステラです。ほんのり甘くてふわふわした食感が楽しめます。ラムネは夏祭りで人気のある炭酸の飲み物です。瓶の口がビー玉で線をされていて、開けるのにコツがあります。初めて開けるときは、中の炭酸がシュワシュワと瓶から溢れてくることが多いです。ちなみに、私が一番好きな屋台の食べ物は、あんず飴です。夏にお祭りでよく見かけます。赤いすももやオレンジ色のみかんに水飴が絡められ、大きな氷の上で冷やされています。キラキラして宝石みたいです。食べると冷たい水飴が口の中でとろけてきます。水飴の甘さと中のすももやみかんの酸っぱさが美味しいです。次は日本の屋台と季節についてお話しします。屋台は季節によって楽しみ方が変わります。春は桜の季節です。桜祭りやお花見の時期には公園にたくさんの屋台が並びます。お弁当やお団子などを屋台で買って桜の下でピクニックを楽しむのが人気です。夏はお祭りや花火大会の季節です。たこ焼き、焼きそば、かき氷など夏にぴったりの食べ物が屋台で楽しめます。夜になると屋台の明かりがとてもきれいで賑やかな雰囲気を楽しむことができます。秋はもみじ狩りの季節です。紅葉が美しい公園や山でも屋台が出ることがあります。醤油で焼いた香ばしい焼きとうもろこしやホクホクのじゃがバターなどの温かい食べ物が人気です。冬はお正月や雪祭りの季節です。初詣では神社やお寺にたくさんの屋台が並びます。甘酒やじっくり煮込まれたおでん、焼き餅など体を温める食べ物が人気です。屋台は季節ごとに出る食べ物や雰囲気が変わります。それぞれの季節で異なる楽しみ方ができるのが屋台の魅力です。
春の桜餅、夏の冷やしパイン、秋の栗ご飯、冬の焼き芋など、季節ごとの特別な味を楽しむこともできます。これらの食べ物は、その季節にしか味わえないので、ぜひ試してみてください。また、日本の観光地でも屋台を見ることができます。観光客が多く訪れる場所には、多くの屋台が並んでいます。例えば、東京の浅草や大阪の道頓堀などです。観光地の屋台では、地域の名物やお土産を買うことができます。最近では、屋台村と呼ばれる場所も増えています。屋台のような小さいお店が一箇所にたくさん集まっています。屋台ごとにいろいろな種類の料理や食材があります。いくつかお店を回っていろいろな料理を楽しみましょう。屋台村は都市部の駅の近くや観光地に多くあります。地元の食べ物を楽しむことができます。他には屋台フェスティバルやフードフェスティバルと呼ばれるイベントもあります。これらはラーメンや日本酒、メロンなど特定の料理や食材をテーマにして開かれるイベントです。世界各国の料理がテーマになることもあります。様々な美味しい料理が楽しめます。さらに、日本の屋台での買い物の仕方についてお話しします。屋台での買い物はとても簡単で楽しいです。それでは、買い物の流れを説明します。まず、屋台に行って食べたいものを選びます。食べたいものが決まったら、店主に注文をします。何をいくつ欲しいか伝えるとわかりやすいです。例えば、たこ焼きを一つくださいと伝えると良いですね。次に支払いをします。ほとんどの屋台で現金が使えます。注文した食べ物の値段を店主に聞いてお金を渡します。小銭を用意しておくとスムーズです。最近ではクレジットカードや電子マネーが使える屋台も増えています。カードで支払えますかと聞いてみましょう。支払いが終わったら食べ物を受け取ります。受け取るときにはありがとうと言うと良いでしょう。
屋台の周りには食べる場所があることが多いです。ベンチやテーブルがあったら座って食べるのも良いでしょう。食べる場所が見つからない場合は持ち帰って食べることもできます。次は日本の屋台でのマナーについてお話しします。屋台でのマナーを守ることでもっと楽しく過ごせます。まず、並び方についてです。屋台が混んでいるときは、一番後ろの列に並びます。順番を守って並ぶことで、みんなが気持ちよく買い物できます。前の人が注文している間は、後ろで待ちましょう。途中で列を抜けた後に、もう一度買いたくなった場合は、列の最後に並び直します。割り込みはしないようにしましょう。注文した食べ物を受け取るときは、店主にありがとうと言いましょう。店主も喜んでくれます。感謝の気持ちを表すことは、日本ではとても大切です。笑顔で伝えてみましょう。屋台の写真を撮りたいときは、写真を撮ってもいいですかと、撮る前に店主に聞いてみましょう。一つの料理を家族や友達と分け合うのも楽しいです。少しずついろいろな味を楽しむことができます。食べ終わったらゴミを片付けます。屋台の近くにはゴミ箱があることが多いです。ゴミを分別して捨てることが大切です。例えば、紙やプラスチックのゴミは分けて捨てましょう。もしゴミ箱が見当たらない場合は、自分で持ち帰りましょう。屋台の周りをきれいに保つことが大切です。屋台がにぎわっているときは、周りの人に気をつけながら移動します。ぶつからないようにゆっくり歩きましょう。屋台はとてもにぎやかで楽しい場所です。周りの雰囲気を楽しみながら、おいしい食べ物を味わってください。次に、日本の屋台を安心して楽しむために気をつけたいことをいくつかお話しします。お祭りやイベントの時、屋台はとても混みます。人が多い場所では迷子にならないように気をつけましょう。友達や家族と一緒に行く場合は、はぐれた時の待ち合わせ場所を決めておくと安心です。混雑した場所では
貴重品の管理が大切です。財布やスマートフォンはしっかりと身につけておきましょう。バッグは前にかけて持ち、貴重品が見えないようにしてください。屋台で買った食べ物は新鮮で清潔な場所で作られていますが、念のため衛生に気をつけましょう。食べる前に手を洗うか、アルコール消毒を使って手を清潔に保ちましょう。夏の屋台はとても暑くなることがあります。暑さ対策をしっかり行いましょう。日焼け止めを塗って帽子をかぶったり、水分をこまめに摂ることが大切です。熱中症にならないように注意しましょう。冬の屋台は寒いことがあります。寒さ対策も大切です。暖かい服装をして手袋やマフラーを持っていきましょう。温かい食べ物を食べたり、温かい飲み物を飲んで体を温めるのも良いですね。屋台では火を使って調理することが多いです。火の近くには気をつけて事故を防ぎましょう。特に小さな子供がいる場合は火の近くに寄らないように注意しましょう。食物アレルギーがある場合は、屋台で食べ物を注文する前に食べ物の材料を確認しましょう。例えば、店主に小麦や乳製品は使っていますかと聞くと安心です。以上のポイントに気をつけたら、あとは安心して日本の屋台を楽しみましょう。次に日本の屋台の歴史についてお話しします。屋台は江戸時代に始まりました。今から約400年前です。町の人々にとって便利な移動式の店でした。江戸時代には町にたくさんの人々が集まり、屋台は魚や野菜、果物などを売るために使われていました。その後に少しずつ食べ物をその場で作って売る屋台が増えていきました。その頃からおでんや焼き鳥、たこ焼きなどの料理は人気がありました。屋台は仕事帰りの人々や観光客にとって手軽で楽しい食事の場所となりました。明治時代になると屋台はさらに広がりました。今から約150年前です。都市が発展する中で屋台も増え、様々な種類の食べ物が売られるようになりました。
屋台は街の風景の一部となり、人々の生活に欠かせない存在となりました。戦後、日本は急速に経済が成長しました。それによって街に屋台が並ぶことは少なくなっていきました。しかし、お祭りやイベントでは、それまでと変わらず屋台が並び、楽しい雰囲気を作り出していました。最近では、屋台は日本の伝統を守りながらも、新しいスタイルや料理を取り入れています。外国の料理や創作料理を売る屋台も増え、いろいろな食文化を楽しむことができるようになっています。屋台は時代とともに変化してきました。日本の屋台の今と昔にどんな違いがあるのかお話しします。昔の屋台はシンプルな木製の屋台が多く、食べ物や飲み物を売るために手押し車やリヤカーを使っていました。売っているものはたこ焼き、お好み焼き、焼きそば、たい焼きなどの伝統的な食べ物がほとんどでした。屋台は主にお祭りや市場で見られ、人々に手軽な食べ物を提供していました。今の屋台はデザインや設備が進化しています。モダンなデザインの屋台やフードトラックが増えています。食べ物の種類も増えています。焼きそばやたこ焼きなどの伝統的な料理だけではありません。寿司バーガーやタコスなど創造的な料理や外国の料理も楽しめるようになっています。また、たくさんの屋台が集まるイベントが増えています。屋台村やフードフェスティバルも人気です。さらに、テクノロジーが使われて便利になっています。例えば、SNS での宣伝はお客さんとのつながりを強くしています。また、スマートフォンで先に注文ができるモバイル注文があります。クレジットカードや電子マネーで支払えます。最近では環境のためにリサイクルできる食器を使ったり、プラスチックを減らす努力がされています。また、衛生管理も厳しくなり、清潔な環境で食べ物が提供されるようになりました。昔も今も変わらず続いていることは、賑やかで楽しい雰囲気と店主との交流です。店主と話をすることで、食べ物や地域の話を聞くことができます。屋台に行ったら
店主に話しかけてみましょう。今日は日本の屋台についてたくさんお話ししました。日本の屋台は日本人にとって楽しい思い出と交流の場です。たこ焼きや焼きそばなどの美味しい食べ物が楽しめ、地域の特色や季節を感じることができます。現代ではモダンなデザインや様々な料理も増え、支払い方法も便利になりました。屋台は日本文化を体験できる特別な場所です。日本に来たときは、ぜひ屋台を訪れて楽しんでくださいね。もしこの動画が役に立ったと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。質問や感想があればコメント欄に書いてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。